エステル、いいかな？ヨシは？食事の用意できたから。ちなみに今夜はローストチキンのバジル風味とオニオンスープのグラタン。美味しそうだね。うん。後で行くから先に2人で食べててよ。そっか。分かった。冷めないうちにおいでよ。運命の輪。またこのカードが出たか。やはり何かが起きているのは疑いようのない事実。その何かが未だ見えてこない。あら、エステルはどうしたの？先に食べててくれって。あまり食欲がないみたいです。そっか。さすがにあの元気娘も今回ばかりは答えたみたいね。無理ないですよ。なんだかんだ言って仲のいい親子ですから。そうね。シェラさんはどう思います？今回の件、事故なのかそれとも事件なのか。正直何とも言えない。先生は一流の遊撃士よ。こと危機管理に関しては桁外れの能力を持っている。事故だろうが事件だろうが、その場に先生がいるんだったらすぐに解決されているはずだわ。だけど実際定期飛行船は先生ごと行方不明になった。ありえないことが起きた。つまりそういうことですよね。そんな顔しなさんな。あんたはどっしり構えてエステルを支えてやんなさい。明日私の方で動いて。いい匂い。もう我慢の限界だよ。エステル、あんた大丈夫なの？もうダメダメ。お腹空いて倒れる寸前だよ。うわー、美味しそうじゃん。いただきまーす。あれ、2人とも食べないの？美味しいよ、スープグラタン。オニオンの甘みが効いてて。さすがヨシはいい仕事してるじゃない。そりゃどうも。ほらほら、シェラ姉も遠慮しないで。あ、父さんが隠し持ってる秘蔵のブランデーでも飲む？確かスタインローゼの20年ものだったかな。スタインローゼ？しかも20年ものですって。ちょっとシェラさん。遠慮しときます。ところで何をしてたのよ。ヨシュアが呼んでも降りてこなかったじゃない。ああ、替えのパジャマを探してたの。奥にしまったお気に入りがなかなか見つからなくってさ。パジャマ？それと旅行用具一式。どれだけかかるかわからないし、備えあれば憂いなしってやつよ。あんたもしかして先生の消息を確かめにボースに行ってみるつもり？もちろんよ。あの悪運の強い父さんに何かあったとは思えないけど、じっとしてるのは性に合わないし、ちょっくら行って確かめてくるわ。まったく君って子は前向きっていうか神経がずぶといっていうか。何よ、失礼しちゃうわね。どうせヨシュアも付き合ってくれるんでしょ。当たり前だよ。でも定期飛行船は軍の捜索活動が終わるまで運航中止になっているみたいだ。ボースまで街道を使って歩いていくしかなさそうだね。歩いてボースまでか。どのくらい時間がかかるのかな。遊撃士の足だったら急げば半日くらいのもんよ。
しまったく。そういうことなら話は早いわね。その話私も乗せてもらうから。シェラ姉も来てくれるの？でも仕事が忙しいんじゃ。こら、私は先生の弟子よ。死に何かあったと聞いて留守番なんかしてられますかっての。教会の仕事はアイナに頼んで他のメンバーに回してもらうわよ。シェラ姉。シェラさん、ありがとう。礼を言われる筋合いはないわ。これだけの事件を新人だけに任せるわけにはいかないってこと。悔しいけどその通りかもしれない。まあいいや。シェラ姉が一緒だったらすごく心強いし。よろしくお願いします。こちらこそ。とりあえず明日の朝出発前にギルドに寄りましょう。アイナに事情を説明しなくちゃね。話は分かりました。正直カシウスさんに続いてシェラザードに抜けられるとかなり人手不足になるけど、他ならぬカシウスさんのことだもの。遠慮せずに行ってきてちょうだい。恩に切るわ、アイナ。まあせいぜいリッジのやつを目いっぱいこき使ってやって。普段の仕事量の3倍はいけるはずだから。さすがにかわいそうじゃない？いざとなったらオート支部に応援を頼むから心配しないでね。ところでシェラザード、少しだけ時間をもらえない？あなたが受けるはずだった仕事についてちょっと。うん、分かったわ。エステル、ヨシュア、2階で待っててくれる？すぐに終わらせてきちゃうわ。はい、わかりました。ねえシェラ姉、待つんだったら時計台の前でもいいかな。ちょっと挨拶したい人もいるし。そっか、うん、そうだったわね。それじゃあ時計台の前で待ち合わせということにしますか。用事が済んだらすぐに私も行くからね。了解。よしは行こう。うん。ここの時計台を見るたびに思うんだけど、戦争で一旦壊れた後、よくここまで直したもんだね。ロレント市民の気概を感じるな。エステル？ねえヨシュア、シェラ姉が来るまでちょっと上に登ってみない？時計台の上？別に構わないけど。それじゃ行きましょう。朝の空気が気持ちいい。ねえヨシュア、ここからだとうちが見えるよ。本当だ、屋根が見えるね。でもいつもはここに登りたがらないのに、どういう風の吹き回しだい？この場所、君はあんまり好きじゃないと思ってたけど。この場所は好きだよ。でも気軽には登れないんだ。お母さんが亡くなった場所だから。え？10年前の戦争の時ね。ロレントを包囲した帝国軍が
市民の幸福を促すために象徴である時計台を砲撃したの。その頃父さんは王国軍の軍人として戦っていて、私父さんが戦ってる相手がどういう人たちなのか見たくて、この時計台に登っていて、逃げる暇もなく巻き込まれてた。でも気づいた時には私はほとんど無傷だった。お母さんがね、助けてくれたの。腕の中に私を抱きしめて、たくさんの瓦礫から守ってくれて、それから泣きじゃくる私に大好きな子守歌を歌ってくれて、それで瓦礫が取り除かれた時には、戦争が終わってここは元通りになったけど、あまり来ないようにしてた。辛い思い出があるからじゃないの。この場所に来ると心のどこかでお母さんに頼っちゃいそうで、頼ってばかりじゃお母さんみたいに強くなれないような気がして。エステル。でもいいよね、今日くらいは頼っても。父さんが無事に帰ってくるようにお母さんにお願いしても、父さんを守ってあげてってお母さんにお願いしても。当たり前だよ。大丈夫。父さんはきっと無事でいる。君の母さんが守っているんだ。無事に決まってるじゃないか。万が一無事じゃなくてもエステルが助けてあげればいい。お母さんに助けられた君が今度は父さんを助ければいい。僕も一緒に手伝うからさ。よしは。君の悲しみを完全に分かち合うことはできないけど、こうしてそばにいることはできるから。僕の胸でよかったらいくらでも貸してあげるから。だからえ？よしはかっこつけすぎ。もうそんなこと軽々しく言ったりしないの。他の女の子だったら完全に誤解してるところだって。ヨシュアって将来絶対色恋沙汰で苦労するタイプよね。はあ、お姉さん心配になってきちゃった。悪かったね、軽々しくて。なんだよもう、人がせっかく心配してるのに。ありがとう、励ましてくれて。なんだか元気出てきちゃった。はっ、そう言ってくれると格好つけた甲斐がありますよ。まったくもう、これだからエステルはいじけないいじけない。これでも感謝してるんだから。さてと、そろそろ下に降りよっか。シェラ姉が待ってると思うし。そうだね、戻ろうか。ねえお母さん、私やっと気づいたよ。私が遊撃士を目指したのはお母さんみたいに誰かを守れるくらい強くなりたいからだって。だから待っててね。絶対に父さんを連れて帰るから。お
お二人さんいいムードだったわね。お姉さん思わず赤面しちゃったわ。まさか覗いて。何を人聞きの悪い。時間を見ようと上を見たら目に入ってきただけよ。あー、オーバルカメラでも持っていればよかったわ。もう何言ってんのよ。単なるスキンシップじゃない。酔っ払ったシェラ姉の抱きつき癖と同じだってば。はどうしたの？はあ、あんたって子は本当からかいがいがないわね。まあいいわ。レナさんに挨拶してきたの？うん、ちゃんとお願いもしてきたよ。父さんを守ってあげてって。そうだったら大丈夫。レナさんの加護はエイドスに匹敵するからね。カシウス先生の無事は保証されたようなもんだわ。あはは、それはいくらなんでも持ち上げすぎだと思うけど。そういえばシェラさんはエステルのお母さんと会ったことがあるんですね。ええ、子供の頃にお世話になったの。私がまだ一座にいた頃ね。一座？巡業サーカスの一座よ。シェラ姉踊り子やってたんだ。もうずいぶん前、ロレントに巡業に来た時に知り合いになったの。正確には12年前ね。私が11でエステルが4つ。その時の縁で遊撃士になる時にカシウス先生に弟子入りしたわけよ。そうだったんですか。まあそのあたりのことはいずれゆっくり話すとして、そろそろボースに出発するとしますか。定期船が運休してる以上、ボースに行くには街道を通るしかないわ。まずはボース地方との境にあるベルテ橋の関所に行くわよ。西のミルヒ街道の終点ですね。それじゃレッツゴー。
よう、シェラザードじゃないか。見ての通り護衛の仕事さ。例の事件のおかげで定期船が運休してるのは知ってるだろう。それで積み荷をこうして陸路でオートまで運んでいるってわけさ。そういうお前さんは若いの連れてどうしたんだい？まさか例の事件を調べるつもりかよ。まあな。詳しくはボース支部にいるルグランじいさんから聞いてくれや。それじゃまたな。やっと到着したわね。ここがボース地方の中心地、商業都市ボースよ。うわー、いかにも都会って感じね。リベール5大都市の中ではオートに次いで大きな町らしいね。確かにロレントと比べると建物が石造りで大きい感じだな。ねえ、あそこにデーンとあるめちゃめちゃ大きな建物、何かな？あれはボースマーケット。いろいろな店が集まった屋内市場ね。食料品、衣類、雑貨、家具、書籍、武器やオーブメントを除いた大抵の買い物はあそこでできるわよ。さすが商業都市って言われるだけはあるわね。ああ、買い物目的で遊びに来たかったな。それはまたの機会にね。まずはギルドの支部によって事件がどうなったか確かめよう。ちなみに遊撃士協会のボース支部はこのすぐ近くよ。おお、シェラザード、思ったよりも早く着いたな。わざわざロレントから歩いてご苦労様だったの。先ほどアイナからな。それではそこのジョーちゃんたちがカシウスの子供たちというわけか。わしはボース支部を預かるルグランというジジイじゃ。お前さんたちの親父さんとはいろいろ懇意にさせてもらっておる。ルグランじいさんと呼んでくれ。それなんじゃが、王国軍による捜索活動は未だに続けられておるらしい。じゃが
軍の情報規制によって状況が全く伝わってこないのじゃ。一般市民だけではなくギルドにも何の音沙汰なしでな。残念ながらその通りじゃ。しかも今回の事件に関してはモルガン将軍が絡んでいるらしい。それどころではない。軍が調査している地域には遊撃士を立ち入り禁止にしよる。おかげで他の仕事にも支障をきたしておるのじゃよ。まあそう焦るでない。実は今回の事件に関してボスの市長から依頼が来ておる。軍とは別にギルド方面でも事件を調査してほしいとの話じゃ。いいじゃろ。とその前にお前さんたちは準遊撃士じゃろう。準遊撃士とは言うなれば各支部に所属している見習いじゃ。つまりそれぞれの支部に監督されている身分なわけじゃ。そして現在のお前さんたちはロレント支部の所属になっておる。その通りじゃ。俺この転属手続きの書類にサインをするがええ。よかろ。遊撃士エステル並びにヨシュア、本日一号二丸をもって両名のボース支部所属を承認する。これでお前さんたちはボース支部所属となったわけじゃ。まあこれで市長の依頼をお前さんたちに任せられるわい。市長の屋敷は西口の近くにある。行って話を聞いてくるとよかろう。
あなた方は？エステル、いきなり失礼だよ。すみません、遊撃士協会の者です。依頼内容の確認のために市長さんを探しているんですが。ああ、なるほど。申し遅れました。私、メイドのリラと申します。市長の身の回りの世話を仰せつかっております。身の回りの世話、なんか住む世界が違うわね。それで当の市長さんはお祈りに来てるんじゃないの？サボりです。え？おそらくマーケットの視察をなさっている最中だと思います。私にご自身の分までお祈りするように申し付けてから先ほど出て行かれたばかりですので。なんていうか、結構ユニークな人ですね。面白そうな人じゃない。市長が務まるかどうかは別にして。有能な方には違いありません。少々破天荒なところはございますが、そろそろ私市長を迎えに行こうと思います。大変申し訳ないのですが、市長邸の方でお待ちいただけませんか？すぐに市長をお連れいたしますので。ここまで来て手ぶらなのもつまらないし、よかったらついて行ってもいい？市長を迎えにですか？私の方は構いませんが。では早速町の中央にあるボースマーケットに参りましょう。広いよね。市長さんはどこにいるのかな？何しろ目立つ方ですからすぐに見つかると思います。ああ、やっぱり思った通り。あなたたち、恥を知りなさい。この大変な時に食料を買い占めて値を吊り上げようとするとは、ボース商人の風上にも置けなくてよ。しかしお嬢さん、僕たちはボースマーケットの売り上げアップを考えてですね。お黙りなさい。他の品ならいざ知らず必需品で暴利を貪ったとあっては我がマーケットの悪評につながります。即刻元の値段に戻しなさい。はい、わかりました。私、あなたたちのボースマーケットにかける情熱を疑っているわけではありませんわ。ただ分かってほしいのです。商売というものが突き詰めれば人と人の信頼関係で成立していること。大丈夫、あなたたちだったら立派なボース商人になれますから。お嬢さん。はい、頑張ります。お嬢様。リラ、来ていたの。恥ずかしいところを見せてしまったわね。いえ、相変わらず見事なお手並みです。それよりお嬢様、こちらの方々が用が終わりだそうです。すぐにお屋敷にお戻りくださいませ。あら、その紋章はひょっとして依頼した遊撃士の方々かしら。うん、そうだけど。もしかしてあなたが？申し遅れました。私の名はメイベル。このマーケットのオーナーにしてボース地方の市長を務めています。
驚いたな。本場のリベール料理を食べるのは初めてだが、なかなかの美味だ。ほう、嬉しいことを言ってくれるじゃねえか。町に行きゃうまいリベール料理を食わせてくれる店はいろいろとあるぜ。旅行中楽しみにしてるこったな。もちろんそのつもりだよ。バスへの酒場の料理でこれだ。今から期待できるというものさ。バスへの酒場で悪かったな。ついでにワインでもどうだ？安物だけど結構いけるぜ。ふむ、いただこうか。この人ひょっとして帝国から来た旅行者みたいだね。やあ、ごきげんよう。リベール人のようだが、帝国には旅行に行くのかな？私たちは野暮用でここに来ただけなの。帝国に行くわけじゃないわよ。そういうあなたはエレボニアの人みたいですね。王国には旅行に来たんですか？仕事半分、道楽半分さ。しかし野暮用と来たか。君たちの正体が見えてきたよ。正体？ズバリ遊撃士だろう。どうして遊撃士の紋章は外してるのに。もしかしてあんたも同業者？確かに帝国にもギルドはあるが、あいにく僕は遊撃士ではない。ただギルドに何人か知人がいてね、彼らと似たような匂いがしたから、ひょっとしたらと思っただけさ。大した観察力ですね。とても素人とは思えない。本当にただの旅行者ですか？そんな風に睨まないでくれたまえ。冷たくきらめく琥珀の瞳、まるで極上のブランデーのようだ。思わず抱きしめてキスしたくなってしまうよ。大胆。ちょっとあんたそういう趣味の人？美しいものに目がないだけさ。霊老たる美女、水も滴る美少年。天井の調べ、心洗われる風景、匠の傑作、魂震わせる物語。そして極上の酒と料理。そうしたもの全てが僕の興味の対象たり得るのさ。単なる節操なしじゃない。呆れ果てた快楽主義者ね。はあ、いつの時代でも天才は理解されないものだね。ガラスのように繊細な僕のピュアハートはブロークンだよ。黒髪の君、どうか僕を慰めてくれたまえ。謹んでお断りします。妙に話が弾んでやがるな。おーい、あんたたち。あら、さっきの兵士さん。つい今しがた将軍がお戻りになったぞ。あんたたちのことを話したらすぐに会ってくださるそうだ。本当？至急弊社まで来てくれ。
思ったよりも早かったですね。ええ、ようやく情報が手に入るわね。それでは行ってみるとしようか。って何自然についてこようとしてんのよ。また絶妙のタイミングで会話に割り込んできたわね。バレたか。なんだか面白そうだから見物させてもらおうと思ってね。さあ、僕のことは気にしないで将軍とやらと話してくれたまえ。気にするに決まっとるわ。ほら、さっさと戻りなさいってば。ケチ。とんでもない人だな。本当に何者なんだろう。ただものじゃないのは確かね。なんというかいろいろな意味で。あんな変人放置した方が世のため人のためだっての。とっとと将軍に会いに行こう。廊下の左奥、どうやらここが将軍の部屋みたいだね。一応ノックしてと。メイベル城の使いか。はい、そうです。ん？入ってくるがいい。では失礼します。よく来たな。わしの名はモルガンという。アリシア女王陛下からハーケン門を任されておるものだ。はじめまして、メイベル市長の代理の者です。ご多忙なところを失礼します。何？メイベル城のことは彼女が幼い頃から知っておる。まして市長としての話ならばなおさら聞かぬわけにはいかんだろう。それじゃあまずはこれを読んでください。やはり例の事件についてか。本来ならば部外秘なのだが、あの子の頼みとあっては仕方ない。分かっていることは全て教えよう。やった、ラッキー。どうしてお主が喜ぶのだ。まず市長も今回の事件については随分心配されているようです。それで僕たちもできるだけ力になりたくて。そうか。メイベル城も良き協力者に恵まれて何よりだ。早速捜索状況について説明しよう。謹んで配置をさせてもらうわ。定期船リンデ号はボース国際空港を離陸してからロレントに向かう途中で失踪した。現在各方面の部隊が捜索中だが未だに発見されてはおらん。ということは魔獣の被害や事故の可能性は少なそうですね。割と大きな船ですから墜落したら初期の捜索活動で発見されているはずですし。その通りだ。実際ボース・ロレント間の空路は比較的見晴らしのいい平原の上にある。バレリア湖はもちろん海に落ちた可能性も少ないはずだ。よかった、最悪の事態になってなくて。そうなると人為的な理由で飛行船が奪われた可能性が高そうね。考えられる目的は積み荷の強奪と乗員乗客を人質にした身代金要求、いわゆるハイジャックですね。あと
地理的条件を考えると帝国軍による秘密工作の可能性もあるかもしれません。話が大きくなってきたわね。どうしたの将軍さん。いや、民間人にしてはなかなか見どころがあると思ってな。我々も帝国軍が関与している可能性もあると判断したため、徹底した情報規制を行っていた。国際問題、いや下手をすれば戦争にまで発展しかねんからな。戦争だが不幸中の幸いというべきか。今朝になってその可能性は消えた。ある組織が王家と飛行船公社に犯行声明を送りつけた上で乗客の身代金を要求してきたのだ。その組織の名はカプア一家。カプア一家？それってまさか。間違いなさそうだね。狩猟の三兄弟に率いられたボース地方で暗躍する空賊団だ。どうやら名前くらいは聞いたことがあるようだな。聞いたことがあるどころかロレントでやり合ったばかりよ。あいつらまさかここまで大きな事件を起こすなんて。エステル。ロレントでやり合った。奴らの一味がロレント地方に出没したという話は聞いたが、あっちゃおバカ。なるほどな。素人とは思えぬ口を聞くからおかしいとは思っていたが、まさかこんな女子供が遊撃士だとは思わなかったぞ。何よ女子供って。一応メイベル市長から依頼されたのは本当ですけど。黙れ！姑息な真似をしよって！者ども手合え！すごい大声。これは筋金入りみたいね。閣下、どうしました？この連中が何か。遊撃士諸君がお帰りだ。即刻外につまみ出せ。ちょっと何よ、犬を追っ払うみたいにして。同じようなものだ。わざわざ身分を隠して情報を盗み出そうとするとは。そういう姑息な真似をするから遊撃士など信用できんのだ。盗むって何よ。そもそもそっちがギルドに情報をくれないのが悪いくせに。たわけ、これだけの事件をたかが民間団体に任せられるか。まったくメイベル城にも困ったものだ。このような女子供を雇って創作活動の邪魔をさせるとは。いい加減にしなさいよ。どうして私たちがわざわざロレント組んだりから出張ってきたと思っているわけ？あんたたち軍人が肝心な時に役に立たないからでしょうが。何？シェラさんマジ綺麗だね。ここ数ヶ月ボース地方で空賊の仕業とおぼしき強盗事件が相次いでいたのはご存知よね。それをろくに捜査もしないでギルド任せにしていたのはどちら？今回みたいな事件が起こった途端偉そうな態度で仕切ったりして、しかも未だに人質はおろか船の行方すら掴んでいない始末。
恥ずかしいと思わないのかしら。黙るがいい小娘。組織の規律に支えられた軍隊は気軽に動かせるものではないのだ。後先考えず動いた挙句、連中の一味を取り逃したくせに小生意気な口を叩くでない。言ってくれるじゃない。悲しいことだね。は？争いは何も生み出さない。ただ不毛な荒野を広げるのみさ。そんな君たちに歌を贈ろう。心の荒野を潤して美しい花を咲かせられるような、そんな優しくも切ない歌を。流れゆく星の奇跡は道しるべ君へ続く。焦がれれば重い胸を裂き、苦しさを月が笑う。叶うことなどない儚い望みなら、せめて一つ傷を残そう。初めての口づけ、さよならの口づけ、君の涙を琥珀にして永遠の愛閉じ込めよう。みんな分かってくれたようだね。何よりも大切なもの、それは愛と平和だということを。今風に言えばラブ&ピース。そろそろ各地の捜索部隊から報告が入ってくる頃合いだな。はい、おっしゃる通りであります。ではわしは任務に戻る。そやつらを二度と入れるでないぞ。それからアイゼンロードの検問は解除しろ。いつまでもそこの連中に居つかれたら目障りでかなわん。了解しました。あ、逃げた。気持ちはわかるけどね。どこの国でも軍人が無粋なのは同じだな。やはり君たちの方が僕の審美眼にかなっているよ。さーてと、私たちも帰ろっか。そうだね。トラブルはあったけど一応情報は入手できたし。一旦ボースに戻ってから今後の対策を立てるとしますか。おや、ちょっと君たちどこに行こうというのかね。待ちたまえ。いや、どうか待ってください。改めて自己紹介をしよう。オリビエ・レンハイム、漂白の詩人にして演奏家でね。知っての通りエレボニア人で、リベールには巡業旅行に来たのさ。私はエステルってなんで自己紹介なんかしなくちゃいけないのよ。まあやり方はともかくあの場を仲裁してくれたんだし。僕はヨシュアと言います。私はシェラザードよ。さっきは私も頭にきて熱くなりすぎてたから助かったわ。
一応礼を言っとくわね。礼には及ばないよ。美と平和を愛する者として当然のことをしただけさ。しかし是非にというのであれば、僕と一日デートに付き合って。そういうのはお断り。第一、そんな暇はないしね。それは残念だ。では代わりにヨシュア君に付き合ってもらうとしようか。なんでそうなるんですか。たちの悪い冗談はやめてください。心外だな。冗談のつもりじゃないんだが。余計にたちが悪いですね。ちょっと待ちなさいよ。なんで私は誘わないの？君？素材は申し分ないが、色気に欠けているのが問題だな。少しはこの二人を見習うといい。むっかー、色気がなくて悪かったわね。しかも男の子のヨシュアを見習えってどういうことよ。落ち着いて。エステルは十分可愛いと思うよ。まあ確かに色気は少ないかもしれないけど。なんですってやれやれ。まあさっきも言った通り、私たちは忙しい身なのよ。ろくにお礼もできなくて悪いけど、そろそろ失礼させてもらうわ。ふむ。だったら僕もボースという町まで同行させてもらえないだろうか。何しろリベールは初めてでね。道案内を頼みたいのだよ。まあそのくらいだったら別に構わないけど。ちょっとシェラネそのくらいいいじゃない。どうせ目的地は一緒なんだし。それに道案内というのも遊撃士の仕事の一つよ。しょうがないな。でもこいつの毒牙にヨシュアが狙われたりしたら。エステル？ヨシュア、心配しないで。間違いが起こらないよう私が守ってあげるからね。何の心配をしてるのさ。人をけだものみたいに言わないでくれたまえ。どちらかというと愛の狩人と呼んでほしいね。恋泥棒も悪くないが脳みそ産んでる。さてと、それでは早速ボースに出発するとしようか。君たちよろしく案内を頼むよ。さりげなく仕切ってるし。っていうかあんた、少しは人の話を聞きなさいよ。
なあお嬢ちゃん、頼むからそこを通してくれよ。市長から一言コメントをもらうだけでいいんだからさ。そうそう、ついでに写真も撮っちゃいますけど。そうおっしゃられましても、市長は多忙を極めておりまして、アポイントメントのない方はお引き取り願っているところです。どうかご了承ください。そこをなんとか。これほどの大事件なのに分かってることがろくにねえ。読者に何か伝えてやりたいんだ。ですが、そうですよ。噂の美人市長が表紙を飾れば部数倍増も間違いなしですし。こらドロシー、何失礼なこと言ってやがる。何やる先輩が言ったんじゃないですか。ネタがないんだったら美人市長を客寄せのアイドルに仕立てて紙面を稼いじまえって。バカ。メイドさん、ずいぶん面白いお客様ですね。お二人の話はできるだけ詳細にメイベル市長に伝えておきますので、今日のところはお帰りください。待ってくれ、これはちょっとした誤解な。お帰りください。はい。あれ、美人市長の写真撮らなくてもいいんですか？頼むからこれ以上喋らないでくれ。先輩、待ってくださいよ。市民からの苦情の処理、ボース上空の飛行制限によるマーケット商品の納入遅れ、下水道設備の修理について、女王陛下への贈答品の選定、アーセル神道での魔獣被害。もういつになったら書類の処理が終わるんですの？あら？皆さん戻っていらしたんですか？お忙しそうですけど、お邪魔してもよろしいですか？もちろんですわ。モルガン将軍からの情報ですね。早速伺わせていただきます。
あれ？おっと、シェラザードか。珍しいところで会うもんだな。それはこっちのセリフだわ。オート方面にいたと思ったけど、あんたも事件を調べに来た口？いや、野暮用でな。そういや、例の事件は空賊の仕業だったらしいな。しかしお前が来たんだったら安心して任せられるってもんだ。せいぜい頑張ってくれよ。何よ、冷たいじゃないの。先生が捕まったかもしれないってあんたも聞いているはずでしょ。捕まった？あのカシウス・ブライトが？冗談きついぜ。あの食えないおっさんが空賊ごときに遅れを取るもんか。なんかの間違いに決まってるさ。私もそう信じたいけど。何なのかしらこの人は。わからないけど遊撃士であるのは確かみたいだね。ところで、そこのガキどもはなんだよ。見たところ新入りみたいだが。聞いて驚きなさい。カシウス先生のお子さんよ。こりゃ驚いた。あのおっさんの子供かよ。こいつらがね。何よ、じろじろ眺め回しちゃって。黒髪の小僧はともかく、そっちの娘はど素人だな。本当におっさんの娘なのか？なんですって？彼女は正真正銘カシウス・ブライトの娘です。僕の方は養子ですけど。そうなのか。ま、そんなことはどうでもいいか。どうでもよくない。じゃあな、シェラザード。ガキどもに足を引っ張られないようせいぜい気をつけるんだな。はいはい。あんたこそ突っ張りすぎて痛い目に遭わないよう注意なさい。肝に銘じとくぜ。そうだ、シェラザード。廃校方面にいた手配魔獣を退治したっていうのはお前か？ええ、そうよ。正確には私たちだけど。見習いなんざ頭数に入れても仕方ねえだろ。ま、その調子で空賊探しも頑張ってくれや。じゃあな。なるほど。今の人が銃剣のアガットか。銃剣のアガット？アガット・クロスナー、遊撃士協会の正遊撃士よ。特定の所属支部を決めずに各地を回りながら活動してるわ。獲物は魔獣を一刀両断にできるほどの質量のある体験。言っておくけどかなりの凄腕よ。凄腕だろうが失礼なやつには違いないわよ。そういえばあいつも父さんの知り合いみたいだけど。父さんの実力は認めているけど好意的とは言えない態度だったね。いろいろと事情があってね。先生に対して突っ張ってるのよ。まあどうでもいいか。あんな失礼なやつのことなんか。ラベンヌ村に急ぎましょう。
眩しい。あれって静かにエステル。これは大ビンゴね。重い資材は放っておいて食料品と貴重品を優先するんだ。できるだけ急げよ。グズグズしてると連中が来る。合点だキーラ兄貴。こんなところに定期船が。あの子の話はやっぱり夢じゃなかったんだ。ここは露天掘りをしていた谷間ね。うまい隠し場所もあったもんだわ。簡単に見つからないわけですね。あれは定期船の積み荷を空賊艇に運び込んでいるのかな。考えるのはあとまた逃げられる前になんとか捕まえなくちゃ。はあ、これで3往復目かよ。まったく兄貴と来たら弟使いが荒くてたまらないぜ。まあいいや。これが終わったらゆっくりと身代金の交渉を。そこまでよ。何？この世に悪が栄える限り真っ赤に燃える正義は消えず。ブレイサーズただいま参上。あり。なんなのブレイサーズって。まったくもうすぐ調子に乗るんだから。何よ、ちょっと外しちゃっただけじゃない。お前たちは
ジョゼットがやり合った連中？話が違うじゃないか。どうしてこんな早く来るんだよ。話が違う？早く来る？何わけわかんないことを。遊撃士協会の規定に基づき定期船強奪、乗客拉致の疑いであなたたちを緊急逮捕するわ。覚悟はいいかしら？ちょっと待て。ひょっとしてお前ら3人だけで捕まえに来たのか？何よ、見ればわかるでしょ。なるほどね。あの連中とは関係ないわけか。だったら話は早い。しばらく眠っていてもらおうか。あの連中とかなんとか気になることを言ってたけど。踏んづかまえて吐かせればいいだけよ。今は戦闘に集中なさい。まとめて蹴散らすわ。砕け。こいつらがジョゼットね。まあお手並み拝見というか。何こいつ、随分と余裕そうじゃない。単なる虚勢ってわけでもなさそうだ。相手の出方を見つつ戦おう。カプラ一家は俺が守る。かかってきやがれってんだ。行くよ。無駄だ。覚悟はいいかしら？本気で行くわよ。痛くしてあげる。お姉さんに従いなさい。おおそれ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 、終わりよ。合わせて。了解。もらったわ。や燃えちまいな。手当てするわ。助かるわ。厄介ね。かかってきやがれってんだ。かかってきやがれってんだ。油断は禁物よ。かかってきやがれってんだ。それ。させない。そらさせない。これでも食らえ。厄介ね。油断は禁物よ。まとめて蹴散らすわ。焦らずに行こう。行くわよ。そこよ。燃えてきた。危険だ。かかってきやがれってんだ。油断は禁物よ。やっ。まあ待ちな。
お返しよ、スタンよ。危険だな。何か仕掛けてくるわ。ずいぶんとだらしのない部下たちね。おっと言ってくれるじゃん。だがこうなりゃますます引き下がれん。敵は取らせてもらうぜ。痛くしてあげる。しびれるわよ。はあ、もらった。いい感じね。くらえ。まあ待ちな。お返しよ。任せて。これは効くよ。仕掛けてくるわ。そこだ。よっしゃ。了解。もっと早く。手当てするわ。よーし。それ。そこよ。燃えてきた。行くわよ。かかってきやがれってんだ。大丈夫？助かるわ。任せて。これは効くよ。強気で行くわよ。行くよ。無駄だ。エステル、頼んだ。焦らずに行こう。ありがとう。お返しよ。行くわよ。風よ。切るんだわ。エステル。オッケー。よし。おまけよ。お返しだ。そらよった。容赦はしない。慎重にね。これは効くよ。終わりだ。お返しだ。厄介ね。
一家は俺が守る。なんとか立て直そう。危険よ、慎重にね。カプア一家は俺が守る。ドライブ開始。なんとか立て直そう。後悔しなさい。カプア一家は俺が守る。危ないわ。風よ。したいよ。ややれやれ、ここまで食い下がるか。でもやりづらいわね。爆弾を使うなんて卑怯じゃない。そいつがどうも俺たち空賊にとっては褒め言葉だぜ。いい度胸ね。カプア一家は俺が守る。風よ。合わせて。ええ。おまけよ。いい感じね。行くわよ。風よ。厄介ね。たまるかよ。駆動開始。やっありがとう。まあ待ちな。痛くしてあげる。しびれるわよ。あ危険だな。やっまあ待ちな。耐えてみせる。よしわ、お願い。何か仕掛けてくるわ。おまけよ。させない。そらよった。行くわよ。風よ。や油断しちまったか。研ぎ澄ますわよ。たったなかなかやるじゃないか。ジョゼットを任しただけはある。
大立てても何も出ないもんね。ほれ、とっとと降参して乗客たちを解放しなさいよ。本当に何も知らないらしい。まったくおめでたい連中だぜ。なんですって。気をつけて。何これ。しまった、煙幕。積み荷を残したのは残念だが、そのくらいは我慢してやるさ。あばよ、遊撃士の諸君。ちょっと目に染みた。大丈夫、毒性はない。普通の発煙筒だったみたいだね。見えなくなったわね。やれやれ、一度ならず二度までも取り逃したか。こりゃあ私の方は降格されても文句言えないわね。もうシェラネーってば、そんな風に自分一人が悪いような言い方やめてよね。僕たちにだって握られた責任はあります。悔やんでいる暇があったら今できることをしておかないと。まったく、これじゃあ立場が逆だわね。幸い定期船は取り戻せたし、早速調べてみるとしますか。中に乗客がいるかもしれないわ。うん。
はさすがに予想外だね。連絡する手間が省けたと喜ぶべきかしら。武器を所持した不審なグループを発見。お前たちおとなしく手を挙げろ。まったく世も末だぜ。こんな女子供が空賊とは。誰が空賊ですって。この紋章が目に入らないの？遊撃士の紋章か。さのようなものが身の潔白の証になるものか。モルガン将軍、どうしてここに？各部隊の報告に目を通して調査が不十分と思われる場所を確かめに来たのだが、まさかお主らが空賊団と結託していたとは思わなんだぞ。言いがかりをつけるのはやめていただけないかしら。我々はそちらより一足先にこの場所を探し当てただけだわ。ならば空賊どもはどこだ。その中に人質たちはいるのか。空賊にはあと一歩のところで逃げられてしまいました。人質の乗客もここにはいません。語るに落ちたな。大方我々がやってくることをお主らが空賊に知らせたのだろう。ちょっといい加減にしてよね。それはこちらのセリフだ。者ども、こやつらをひっ捕らえ。どうやらお困りのようだね。あれ、ヨシは何か言った？いや、僕は何も。隣から聞こえてきたわ。しかもなんだか聞き覚えのあるような。おう、釣れないことを言わないでくれたまえ。この艶のある美声を聞いたら誰だかすぐにわかるだろうに。この根拠のない自信、そして自分に酔った口調。ひょっとしなくてもオリビエ。ピンポーン。ああ、こんなところで再会することができるとは。やはり僕と君たちは運命で結ばれているらしいね。あんたどうしてここにいるのよ。
ボスに案内したはずでしょ。しかもこんな牢屋に閉じ込められてるなんて、一体何をしでかしたわけ？まあまあ、そう一度に質問しないでくれたまえよ。これには海よりも深く、山よりも高い事情があるのさ。あ、そう。だったら聞かない。っていうか、聞いちゃったらものすごく疲れそうな気がする。偶然だねエステル。僕もそんな予感がするんだ。そういうわけで話してくれなくても結構よ。私たちの健康と美容のために。はっはっは、そんなに遠慮することはない。一部始終聞いてもらうよ。僕の身に起きた悲劇的事件をね。聞いちゃいない。君たちと別れた後、僕はマーケットを冷やかしてからレストランアンテローゼに入った。そして存分に舌鼓を打った後、余興にグランドピアノを弾いたのさ。するとレストランの支配人が身を震わさんばかりに感激してね、レストラン専門のピアニストとして雇いたいと頼み込んできたわけだよ。どうでもいいけど、あんたリュート弾きじゃないの？天才というのは獲物を選ばないものだよ。それはともかく、僕はある条件を出してそのオファーを受けたわけだ。ミラの代わりに料理とワインを毎日タダでご馳走してくれってね。なんていうかオリビエさんらしいですね。でもそれがどうしてこんな牢屋に入れられることに？ああ、ここからが聞くも涙、語るも涙の話なのさ。その夜、早速僕はシェフに作らせた鴨肉のソテーに舌鼓を打っていたのだが、血を使ったソースがまたたまらなく濃厚な味わいでね。どうしても普通の赤ワインでは物足りなく感じてしまったのだよ。なんか無性に殴りたくなってきたわね。それであんたはどうしたの？貯蔵庫の奥に保存されていた良さそうな一本を拝借したんだ。グランシャリネ、1183年もの。グランシャリネ、しかも1183年ものですって。オートのオークションに出た幻のヴィンテージワインじゃない。ほう、シェラ君はなかなか詳しいみたいだね。僕も噂を聞いてかねてから飲んでみたいと思っていたのさ。オークションってどのくらいの値段がついたの？聞いた話じゃ50万ミラで落札されたそうよ。50万ミラ？たかがワイン1本に？とんでもない世界だね。オリビエさん、まさかそのワインを？言うまでもない。美味しくいただかせてもらったよ。鼻孔をくすぐる福幾たる香り、喉元を愛撫する芳醇な味わい。ねえ君たち、信じられるかい？バラ色に輝く時間と空間が確かにそこには存在したんだ。ダメだこりゃ。やっぱり疲れたね。呆れて物も言えない。しかしそうなると今度は料理の方が物足りなく感じてね。ワインに合うくらいの一品をシェフに作らせようとした時にちょうど支配人が帰ってきたんだ。僕もケチじゃないからね、彼にも評判してもらおうと気前よくグラスを勧めたんだが、なぜか激しく立腹し始めてね。あれよあれよという間に兵士たちがやってきたのだよ。それでなんとこれがまた。以上が僕をここに送った涙なしでは語れぬ悲劇的事情さ。さあ思う存分同情してくれたまえ。バカ。おや、
ちょっと君たち、そのクーとかスーとかバカというのはなんだね。いいかい？話はここから面白くなるのだよ。ここに連れてこられてからもさらなる試練が僕を待ち受けて。もしもーし、ちょっと聞いてますか？おーい、あんたたち起きてくれ。どうしたんですか？こんな朝早くから尋問なの？さすがに勘弁してほしいわね。いや、その反対だ。あんたたちを釈放する。どうして急に？何か理由でもあるんですか？こういうわけですわ。市長さん。あらら、珍しい場所で会うじゃない。皆さん大変でしたわね。ですがもう安心してください。皆さんの疑いは晴れましたから。まだ完全に納得したわけではないがな。まあメイベル城たっての頼みだ。せいぜい彼女に感謝するといい。それって市長さんが私たちをかばってくれたっていうこと？かばったわけではありませんわ。ただ皆さんの事情について閣下に説明しただけですから。私たちの事情？そこの二人、お主らに一つ質問がある。カシウス・ブライトの子供というのは本当なのか？はい、おっしゃる通りです。彼女はエステル・ブライト。僕は養子のヨシュアと言います。そうか。確かにそちらの娘にはレナ殿の面影が残っておるな。お母さんを知ってるの？ロレントの家を訪れた時に何度か手料理をごちそうになった赤ん坊だったお主にも会ったことがあるぞ。ちょっと待って。モルガン将軍って父さんの個人的な知り合い？父さんが昔軍にいたのは私も知っているけど。遊撃士としてのやつは知らん。わしが知っているのは軍人としてのカシウスだけだ。希代の戦略家と呼ばれたな。戦略家？まったく何を好んで遊撃士協会などに。思い出すだけで腹の立つ。わしゃこれで失礼する。どうなってんの？エステルさんのお父様は優秀な軍人だったそうですわね。退役する時何度も引き止めたと将軍閣下から伺ったことがありますわ。そうだったんだ。なんだか信じられないけど。しかしそうなると将軍の遊撃士嫌いは先生が原因かもしれないわね。目をかけていた部下に去られた悔しさから来ているのかも。なんかそれっぽいですね。じゃあ何？
んのせいで私たち苦労してるわけ？あの極道親父さて、それでは皆さん、ボースに戻るといたしましょう。定期船が見つかったことで事件は新たな局面を迎えました。いろいろと相談したいことがあるのです。あら、どうなさったの？帰るのは賛成なんだけど、何かを忘れているような。そういえば何だったかしらね。ああ、人はなんと無情なのだろう。一夜を共にした仲間のことをいとも簡単に忘れ去るとは。なんという悲劇、なんというやるせなさ。いいさ、僕はこの暗き煉獄で一人朽ち果てていくとしよう。あれがいたか。完全に忘れ去ってたわね。気の毒とは思うけど、さすがにどうすることも。そちらの方は噂の演奏家の方ですわね。グランシャリネを勝手に飲んでしまったという。いかにも。しかしレディ、勘違いされては困るな。あれは前払いだよ。華麗なる僕の演奏に対するね。面白い方ですわね。まあついでですから、あなたも釈放していただけるよう将軍に掛け合って差し上げますわ。ほう。さすがにそれは無理があるような。レストラン側が訴えれば少なくとも訴訟にはなるはずよ。その心配はありませんわ。あのレストランのオーナーは私ですから。あのグランシャリネも私が競り落としたもの。これならば問題ないでしょ。まさか本当に釈放されちゃうなんて。まったく大した悪運だこと。はっはっは、そんなに褒めないでくれたまえ。しかし、ただであのワインを飲んだとあっては心が咎めるな。契約通りレストランでピアノを弾かせていただこうか。それは遠慮しておきますわ。さすがにあの騒ぎの後だといろいろと気まずいでしょうから。こいつだったら全然気にしないと思うけど。確かに図太そうだしね。まあ今回のことはお互い不幸な事件と割り切りましょう。しかしそれでは僕の気が済まない。ふむ、そうだな。ちょうどエステル君たちが何かの調査をしているようだね。ワインの礼に彼らの手伝いをするというのはどうだろうか。はあ？あら、それは面白いですわね。お願いしてもいいでしょうか。お任せあれ。そういうわけだ。君たちよろしく頼むよ。ちょっと待って、どうしてそうなるのよ。素人についてこられても正直言って迷惑なんだけど、足手まといにならない自信は？銃と魔法にはいささか自信がある。無論僕の天才的な演奏と一緒にされても困ってしまうが。そういうセリフが激しく不安を誘うんですけど。でも悪くないかもしれないね。軍が当てにならない以上、僕たちも人手不足な気がするし。まあいいわ。協力してもらうとしますか。ただし足手まといになると判断したら外れてもらうけど、それでもいいかしら。構わないよ。決して失望させたりしないから、どうか安心してくれたまえ。失望するも何も最初からそんなに期待してないし。
話がまとまって何よりですわ。それはそうと、皆さんに報告することがあるのです。報告すること？そういえばここに来るまでに街が騒がしかった気がするわね。何かあったの？はい、実は昨晩ボースの南街区で大規模な強盗事件があったのです。武器やオーブメント工房をはじめ何軒かの民家が被害に遭いました。やっぱり例の空賊たちの仕業ですか？今のところは不明ですが、その可能性は高そうですわね。現在王国軍の部隊が調査を行っている最中ですわ。なるほど。私たちもすぐに調査した方が良さそうね。ええ、お願いいたします。ここまでの調査のお礼はギルドにお支払いしておきますわ。当座の調査費用としてどうぞお役に立ててくださいな。また軍の連中に邪魔されそうな気がするけど、まあそうなったらその時だよね。邪魔されるのはともかく、こちらが情報を掴んだとしても軍には伝えない方がいいと思う。本当にスパイがいるとしたら空賊たちに筒抜けになるからね。不本意だけど仕方ないわね。とにかく慎重に行動しましょう。それでは諸君、早速南街区に行くとしようか。だからどうしてあんたが仕切んのよ。
おいお前たち、どうしたの？一言忠告しようと思ってな。いくら市長の代理とはいえ、お前たちはあくまで民間人だ。我々が調査している最中にうろうろしないでもらおうか。なんですって？忠告というよりも警告ですね。部をわきまえろと言っている。そんなに調べたいのだったら我々が引き上げた後にするんだな。あまりわがままが過ぎるとまた牢屋に招待させてもらうぞ。気にしないのエステル、どうせ何もできやしないわ。虎の意を狩る狐とはよくぞ言ったものだね。何をやっているのかね。これは大佐殿。栄えある王国軍の軍人が善良な一般市民を脅すとは、まったく恥を知りたまえ。ですがこいつらはただの民間人ではありません。ギルドの遊撃士どもです。ほう、そうだったのか。だったらなおさらだろう。軍とギルドは協力関係にある。対立を煽ってどうするのだ。しかし自分は将軍閣下の意を組みまして。やれやれ、モルガン将軍にも困ったものだ。ここは私が引き受けよう。君は部下を連れて撤収したまえ。しかし早朝から始めているのだ。もう十分に調査しただろう。将軍閣下には後で私の方から取りなしておく。それでも文句があるのかな。了解しました。撤収、ハーケン門に戻るぞ。さてと、遊撃士協会の諸君、軍の人間が失礼をしたね。謝罪をさせてもらうよ。これはどうもご丁寧に。まあこちらも挑発的だったし、お互い様としておきましょう。そう言ってくれると助かるよ。先ほども言ったように軍とギルドは協力関係にある。互いに欠けている部分を補い合うべき存在だと思うのだ。今回の一連の事件に関しても君たちの働きには期待している。失望させないようせいぜい頑張らせてもらうわ。なんかすごくまともそうな人ね。誰なんだろう。大佐、そろそろ帝国ですが。おお、そうか。それでは諸君、これで失礼させてもらうよ。そういえばまだ名乗っていなかったな。王国軍大佐リシャールという。何かあったら連絡してくれたまえ。
こがバレリア湖の北岸か。なかなか雰囲気がいい場所ね。そうだね。宿も立派そうだし。前に仕事で泊まったことあるわ。酒は美味しいし部屋もいい。文句のつけられない宿だったわね。遊びに来たんだったら言うことなしだったんだけど。あれ、違うのかい？僕はそのつもりだったけど。昼はボートに揺られうたた寝し、夜は酒と料理に舌鼓を打つ。これぞバカンスというやつだね。ちょっとしたジョークさ。バカンスはいつでも楽しめるが、空賊退治は今しか楽しめない。このオリビエ、優先順位はちゃんとわきまえているつもりだよ。楽しむ楽しまないの問題じゃないと思うんだけど。まあいいわ。本気でやってくれさえすれば。早速ご老人が言ってた釣り好きの滞在客を探すわよ。一昨日の夜、怪しい人たちを目撃したっていうお客さんですね。どうも。いい天気だね。何事も挑戦よ。我ながら上出来ね。了解。すぐに用意するよ。いい仕上がりだ。必要なものはどれにするか迷ってしまうね。決めました。よし決めた。よし決めた。よし決めた。これにするわ。ゆっくりしていってくれ。お泊まりになられますか？生き返るわ。いってらっしゃいませ。
見るとすっごい透き通ってるわね。日没前は夕日が映り込んで実に素晴らしい光景だそうだよ。張り込みとはいえそれくらいは楽しみにしても良さそうですね。
よっ少年、こんなところで何を黄昏ておるのかね。黄昏てなんかいないけどね。もう釣りはいいの？今からが入れ食いじゃない？うん、もう十分。久しぶりに堪能しちゃったわ。あ、そうだ。もう読書するとか言って置きっぱなしにしちゃってさ。もったいないお化けが出るわよ。ああ、ちょうど読み終わったばかりでさ。目が疲れたから気分転換に散歩してたところなんだ。こーら。何？また一人だけで何か溜め込もうとしてるな。わかるんだってば、そういうの。だいたいね、フェアじゃないわよ。ヨシュアだって私が落ち込んだ時には慰めるくせに。私じゃ父さんみたいに頼りにはならないと思うけど。それでもこうやって一緒にいてあげられるんだから。ごめん。こういう時にはありがとうでしょ。ヨシュアって頭はいいけど肝心なことが分かってないんだから。本当にそうだな。ありがとう、エステル。苦しゅうない。あ、そうだ。ハーモニカを一曲。お礼はそのあたりでいいわよ。仰せのままに。星のありかでいいかな。なんでかな。ハーモニカの音って夕焼けの中で聞くとなんだか泣けてくるよね。
相変わらず何も聞かないんだね。約束したじゃない。話してくれる気になるまで私からは聞かないってね。それに5年も経つんだもん。なんかどうでもよくなったし。そう5年もだよ。どうして何も聞かずに一緒に暮らせたりするんだい。あの日父さんに担ぎ込まれたボロボロで傷だらけの子供を、昔のことを一切喋らない得体の知れない人間なんかを、どうして君たちは受け入れてくれるんだい。よっと、そんなの当たり前じゃない。だってヨシュアは家族だし。前にも言ったけど、私ヨシュアのことってかなり色々と知ってるのよね。本が好きで武器オタクで、やたらと要領が良くて、人当たりはいいけど他人行儀で人を寄せつけないところがあって。ちょっと。でも面倒見は良くて、実はかなりの寂しがり屋。もちろん過去も含めて全部知ってるわけじゃないけど、それを言うなら父さんの過去だって私あんまりよく知らないのよね。だからといって私と父さんが家族であることに変わりはないじゃない。多分それは父さんの性格とか癖とか料理の好みとか、そういった肌で感じられる部分を私がよく知ってるからだと思う。ヨシュアだってそれと同じよ。本当に君にはかなわないな。初めて会った時、飛び蹴りを食らった時からね。そんなことしたっけ？うん、怪我人に向かって思いっきりね。幼い頃の過ちってことで。はいはい。ねえエステル。何？ヨシュア。今回の事件絶対に解決しよう。父さんが捕まってるかどうかまだはっきりしてないけど、それでも僕たちの手で絶対に。もちろんよ。そろそろ宿に戻ろうか。食事の用意もできてる頃だろうし。お腹ペコペコ。しっかりご飯を食べて真夜中に備えなくちゃね。君たち助けてくれたまえ。さすがにもう限界だ。うわ、すごい。少しだけ見直しちゃったわ。確かにシェラさんに付き合って意識が残っているのは珍しいかもね。いいところに来たじゃない。お姉さんと一緒に飲みましょう。いいでしょ、いいでしょねえ。私たちはこれからご飯食べるからダメだってば。やだやだ、一緒に飲むったら飲むの。飲んでくれないと暴れてやる。だだっこモードに入った。シェラさん、オリビエさんがまだ大丈夫みたいな感じですよ。付き合ってもらったらどうですか？なんだ、まだいけるわね。ヨシア君、あんまりなし打ちじゃないか。さすがにかわいそうじゃない？そうかな。でも意地悪な君も小悪魔的で素敵だ。確かに心配なさそうね。それじゃあ僕たちはカウンターの方に行こうか。邪魔するのもなんだしね。
そうね。シェラ君、お願いだからそれ以上は注がないで。さてと、少し早い時間に着いたか。そうだね。昼間だったらここで食事とかできるのにさ。無茶言うなよ。俺たちはお尋ね者なんだぞ。俺、さっさと行くぞ。あ、待ってよキールに。さすがにまだ来てないか。しかしあの連中いつも時間通りに来るよな。僕あいつら嫌い。なんか偉そうだし、それにちょっと怖いんだもん。確かに得体の試練連中ではあるな。だが仕方ないさ。ドルン兄貴の命令だからな。ここなら大丈夫そうね。会話もバッチリ聞こえる。
ねえキール兄、ドルン兄最近おかしくない？だいたい変だよ、定期戦を乗っ取ったのだって。確かに身入りは良かったけど、軍が本腰入れて介入してきたし、遊撃士なんていう生意気な連中まで絡んでくるし、それに人質を取って身代金まで要求するなんて、さすがにやりすぎだと思う。なんだかんだ言ってお前も女の子なんだな。心底悪党にはなりきれねえか。褒めてるんだよ、これでも。辛いんだったらお前だけでも故郷に戻っていいんだぜ。高望みさえしなけりゃあそこは暮らしやすい場所だ。この国よりはちと寒いけどね。いくら兄でも怒るぞ。だいたい僕がいなかったら食事も洗濯もままならないくせに、僕がロレントに行ってた時の惨状を繰り返すつもりかよ。そいつはごめんこむりたいが、でもちった考えておけ。これ以上引き返せなくなる前にな。ま、それはそれとして、確かにドルン兄貴の様子がちょいと変というのは同感だ。身代金の額を釣り上げるために時間を稼ぐってのも限度がある。その見極めがつかないほど兄貴はバカじゃないと思うが。やっぱりさ、あいつが来てからじゃないの？そうとしか考えられないよ。確かに連中を紹介したのも奴だしな。何か吹き込まれたのかもしれねえ。あいつ？奴？誰のことかしらね。あれはどうしたの？来たみたいだよ。よう、おいでなすってな。相変わらず時間通りじゃねえか。少しは遅れてくるなり早く来たりすればいいのにさ。まったく可愛げがない連中だよね。時間厳守が我々の習いでね。気に障ったのなら謝罪しよう。単なる嫌味だよ。ほんと可愛げがないんだから。こら、話が進まねえだろ。とりあえず早速ビジネスの話といこう。その後の進展はあったのかい？ああ、ついに陛下が動かれた。ご自分の資産から身代金を拠出するおつもりだ。そうか。女王さんの財布からかよ。いよいよ大詰めってわけだな。王国軍の方はどうなの？僕たちのアジトの場所に気づいたような気配はある？まだのようだな。しかし時間の問題だろう。遊撃士協会のメンバーが動いているという情報もある。いずれにせよ成功の暁にはアジトを捨てることになるぞ。ああ、どうせ偶然見つけた狩宿だ。兄貴だって未練はないはずさ。また怪しげなのが現れたわね。知らねえ、どうする？突入して一気に蹴りつけようか？それよりいい考えがあるわよ。いい考え？あの兄弟が現れたってことは近くに空賊艇が停泊してるはず。また逃げられたらかなわないし、先にそちらを抑えるのはどう？なるほど、まずは足を奪うってことね。私は賛成だけど、ヨシュアは？ヨシュア？ああ、空賊艇を先に抑える案か。僕もその方がいいと思う。どうしたの？なんか顔がこわばってない？いや、きっと気のせいさ。
あまり時間はないわ。彼らの話が終わるまでに街道に出て空賊艇を探すわよ。なるほど、琥珀の塔の前か。確かに街道から外れてるから停泊場所としてはうってつけね。それでシラさん、すぐに彼らを制圧しますか？そうね。前に遭遇した時と比べて手下の人数が倍以上いるけど。大丈夫だって、制圧できない数じゃないよ。このまま一気に蹴りを。それはどうかと思うけどね。いやー、待たせてしまったね。オーリビ。静かに、あいつらに気づかれるよ。驚いたわね。あの酔いつぶれた状態からよくそこまで回復したもんだわ。任せてくれたまえ。胃の中のものを全て戻して冷たい水を頭からかぶってきた。ありえない。なんというか執念ですね。こんな面白そうなことを見逃すわけにはいかないからね。ちょうど宿から出たところで街道に出る君たちを見かけてようやく追いついたという次第さ。詰めが甘かったわね。歌手の一気飲みでもさせておけばよかったかしら。それは確実に死ねるんで勘弁してくれたまえ。それよりも君たち、ここで空賊たちと戦うのは少々面白くないと思わないか？別に面白くなくてもいいの。いや、これは真面目な話。ここで戦ってついでにあの兄弟を捕らえたところでだ。彼らがアジトの場所について口を割らない可能性だってある。それどころか人質を盾に釈放を要求してくるかもしれない。何事にもリスクはつきものだわ。それともリスクを回避できるいいアイデアでもあるのかしら。翔くん、耳を貸したまえ。いいけど、息を吹きかけたりしたらマジでぶん殴るからね。兄貴、お嬢。お帰りなさい。結構かかりましたね。話が長引いたんすか？ああ、いよいよ大詰めだからな。王国軍の動向も含めてかなりの情報を仕入れてきた。それじゃあいよいよ。うん、数日のうちに身代金をいただけそうだよ。僕たちの夢に向かって一歩前進といったところだね。やったぜ。こらこら、まだ喜ぶのは早いっての。とりあえずアジトに戻ってドルン兄貴に報告するとしよう。みんな急いで撤収だよ。合点だ。気温21度、湿度 15%、 南南西、風速12アージュ。周囲の動力反応はなしだよ。軍の巡回はなさそうだな。オーバルエンジン始動。船体各部への動力伝達を開始。はいさ、オーバルエンジン始動。各部への動力伝達を開始。オーバルフローター作動開始。オーバルドライバー作動開始。スタビライザーも OK っす。よーし、カプア空賊団所属山猫号テイクオフ。はいはいさ。
駆動率を 40% に固定。そのまま巡航速度を維持せよ。ただしいつでも戦闘速度に切り替えられるようにしとけよ。あいさやれやれ、夜明け前には戻れそうだね。ああ、とっとと眠りたいところだが、ドルーン兄貴に報告しないとな。あれ、なんか音がしなかったか？いや、聞こえなかったけど。妙だな。確か戦争の方から。ネズミでもいるのかな。暇を見て掃除でもするかね。眠い眠い。ここに来てから昼夜逆転の生活だからな。まあもう少しの辛抱でこんな生活ともおさらばさ。ドルンのお頭についていけば間違いなしってもんだぜ。しかし最近のお頭ちょっとばかり変じゃねえか。おっかないっていうか気安く話せねえっていうか。お前ね、そんなめったなこと言うなよ。兄貴やお嬢に聞かれたらぶっ飛ばされるぞ。でもよ、寝不足で疲れてるんだよ。とっとと片付けを終わらせてゆっくり休むとしようぜ。今すぐ休んでも OK だけど。お前たちは。遅いってば。早くこのことを兄貴たちに知らせねえと。悪いけどそれはできないわ。ねえ、一気に制圧しましょう。それに今なら全員で連携できるかも。確かに息も合ってきたことだしね。では早速試してみようか。どうしたどうした。やめてもらっちゃ困るぜ。エステル君、行くわよ。痛くしてあげる。しびれるわよ。はあ、頼んだわオリビエ。なめてもらっちゃ困るぜ。どうしたどうした。狙いは外さない。スタンだ。遅い。僕が相手だ。強気でいく。
せない。そらすまねえ。させない。はいやっと。いつでも行ける。どんどん行きましょう。解き放つ。行くよ。無駄だ。スタンド。おまけよ。エステル頼んだ。エステル。オッケー。おまけよ。無事潜入できたようだね。まったくこんなにうまくいくとはね。今回ばかりはあんたに感謝しなくちゃいけないわね。でもさ、めちゃめちゃ焦ったわよ。隠れてるところを発見されたらどうするつもりだったの？いや、発見されたとしてもその時は空賊艇を制圧すればいい。飛行船の内部は狭いから多数との戦いにも有利に働くしね。オリビエさん、そこまで考えていたんですか？いや全く。敵地潜入というシチュエーションが単に面白そうだと思っただけさ。あんたね。まあいいじゃない。こうして無事潜入できたんだし。それよりもここは霧降り峡谷みたいね。霧降り峡谷ってボースとロレントの境にある？そっか、だから外が白く霞んでるのか。それと大型船は侵入できない高低差の激しい入り組んだ地形。シラさんの推測、どうやら当たってたみたいですね。まあせっかくの推測もあまり役に立たなかったけどね。さてと、あまりグズグズはできないわ。空賊たちを制圧しつつ監禁されている人質たちの安全を確保するわよ。もちろんカシウス先生もね。了解です。あ？なんだ？心理か？ガク、そんなわけないでしょ。緊張感のない連中ね。でもよ、それ以外に誰がいるって。まさか侵入者？ピンポン。遊撃士協会のものです。降伏した方が身のためですよ。冗談じゃねえ。返り討ちにしてやらー。手当てするわ。サンス。ワインの香り、それも上等な。盗品なんだろうが趣味がいいね。こっちにも緊張感のないやつがいたわ。まとめてお相手しよう。これは避けられない。おまけよ。任せた、シェラ君。痛くしてあげる。お仕置きが必要みたいね。おおそれ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 、終わりよ。切るんだわ。お願い。ええ、そこよ。いい感じね。させない。そら私の番ね。これはどう？やっ、遅い。続いてよしゃ。
遅い。下がれ。お願い。了解。すまね手当てするわ。助かるわ。ほいよっと。あったまってきた。全力全開。これはどう？エステル君、そこよ。はあ。遅い。はあ。よっしゃ、お願い。なめてもらっちゃ困るぜ。覚悟はいい。合わせて。あ手当てするわ。助かるわ。まずいな。かかってきやがれってんだ。なめてもらっちゃ困るぜ。華麗に決めるよ。そら。お返しよ。任せてちょうだい。本気で行くわよ。困るぜ。痛くしてあげる。どうしたどうしたい。しつけてあげるわ。せおまけよ。い。いい感じね。はオリビエ。ありがとう。行こうよ。みんな行こうよ。させない。ほいよっと。いつでも行ける。これは効くよ。なめてもらっちゃ困るぜ。こいつはどうだ。手当てするわ。サンクス。私の番ね。まとめて蹴散らすわ。かかってきやがれってんだ。これはどう？油断は禁物よ。覚悟。やー。シェラネ。ええ。そこよ。まずいな。なめてもらっちゃ困るぜ。これはどうかな。これは避けられまい。スタンダ。おまけよ。行くわよ。押せ押せで行こう。痛くしてあげる。どんどん行きましょう。いい感じね。いつでも行ける。
はいそらちくしょう。ちょっと人質はどこにいるの？正直に言わないとひどい目に遭わすわよ。勝手にしやがれ。誰が喋るもんかよ。あら、そう。エステル、どいてなさい。うん。手加減しているから簡単に気絶できないでしょう。素直に話してくれればゆっくりと寝かせてあげるわ。殺したの階にいる俺たちの仲間が守ってるんだ。素直でよろしい。キールとジョゼットっていう狩猟閣の連中はどこにいるの？ふざけるな。誰がそこまで喋るかよ。人質はともかく自分たちのボスは売れないか。仕方ない。勘弁してあげるわ。相変わらず容赦ないわね。失礼ね。これでも手加減してるんだから。確かにそこはかとなく気持ちよさそうな感じではあるね。あら、試してみる？いや、またの機会に。人質が監禁されているのは下の階みたいですね。急ぎましょう。それにしてもここって一体何なのかな。あいつらが作ったにしては大きすぎるし古めかしいけど。大昔の城塞のような雰囲気ね。その頃の隠し砦をアジトとして使っているんじゃないかしら。大崩壊から数百年以上戦乱の世が続いたそうだからね。こういうものが残っていてもそれほど不思議ではないだろう。大崩壊？1200年前にあったっていう古代ゼムリア文明の崩壊のことだよ。天変地異が原因と言われているんだ。ああ、前にアルバ教授が言ってた。しかし発見されにくいとはいえアジトにするには少々悪趣味だわね。魔獣までうろついているし、男女体なんてこんなものかしら。シェラさん、それは激しく違うと思うよ。お前たちは遊撃士ども。どこから入ってきた？どうやらその奥の部屋に人質が監禁されてるみたいね。おとなしく降伏すればよし。さもなくば。ふざけるな。やっちまえ。どいつもこいつも諦めの悪い連中ね。パパッと倒して人質を解放しましょう。なめてもらっちゃ困るぜ。それ。行こうか。まとめてお相手しよう。このまま攻めよう。逃げ場はないよ。そこだ。フィーバータイムだ。オッケー。そこだ。冴えてきた。速攻だ、ヨシア君。一網打尽だ。
よ。チュッ、ほらシャキッとしなさい。行こうか。まとめてお相手しよう。どんどん行きましょう。お見せしよう、美の真髄よ。響けハウリングバレット。スタンだヨシア君。はいや終わりよ。行くよ。一網打尽だ。どんどん行きましょう。強気でいくわよ。押せ押せでいこう。炎よ。よしわ。おまけよ。任せて。強気でいくわよ。覚悟はいい。断骨剣。すまね行こうよ。やっ食ったぜ。なんや、外で何が起こってるんや。喧嘩という割にはいささか派手すぎるようですな。みんな無事？遊撃士協会の者よ。皆さんを救出しに来たわ。ほんまか。おいら助かったんか。見張りは片付けました。とりあえず安心してください。本当か。助かったの？私は定期船リンデ号の船長を務めるグラントという。本当にありがとう。なんと礼を言ったらいいか。お礼は脱出の後でね。ところであれいないみたいだね。どうしたのかね。人質の人ってこれで全部？ああ、その通りだが、リンデ号に乗っていた乗客乗員はこれで全部だよ。嘘。カシウス・ブライトという人が定期船に乗っていませんでしたか。遊撃士協会の人間なんですが。カシウス・ブライト、どこかで聞いたことがあるような。船長、あのお客様じゃありませんか？離陸直前に船を降りられた。ああ、そういえばそんな人がいたな。どういうこと？いや、ボースを離陸する直前に船を降りたお客さんがいたんだよ。オートから乗ってきた男性で、確かにそんな感じの名前だった。なんですってだって乗客名簿には。何せ離陸直前の下船だったから書類の手続きが間に合わなくてね。ロレント到着後に手続きするはずが空賊に襲撃されてそのままなんだ。なるほど、そういうことですか。父さんが空賊に捕まるなんて変だとは思っていたけど。ようやく疑問が氷解したわね。ははは、それは頂上。ちょっと待ってよ。それじゃ
さんは何をしているわけ？これだけの騒ぎになってるのに、どうして連絡をよこさないの？落ち着いてエステル。確かにそれは気になるけど、今ここで考えても仕方がない。ここにいる人たちの安全を確保するのが優先だよ。分かった。今は忘れる。皆さん、我々はこれから空賊のボスの逮捕に向かうわ。申し訳ないけど、もう少しだけここで辛抱していてちょうだい。ああ、どうかよろしくお願いする。こうなったら腹くくったわ。わいらの命あんたらに預けたる。せやから安城頑張りや。任せて。女王が身代金を出しやがるか。これで貧乏暮らしともおさらばだな。兄貴、油断は禁物だぜ。身代金が入るのはこれからだ。うん、まずは人質解放の段取りを決めなくちゃね。人質解放？おいおい、どうしてそんな面倒くさいことをしなくちゃならねえんだ？そんなもんミラだけいただいて皆殺しにすりゃ済むじゃねえか。生かしておく必要はねえだろう。ドルンに冗談きついぜ。連中には俺たちの顔をしっかり覚えられてるんだぜ。リベールから高飛びしても足がつくかもしれねえだろうが。だって年寄りとか小さな子供だっているんだよ。本当に殺しちゃうつもりなの？まったく、おめえと来たらいつまでたっても甘ちゃんだな。ままごとやってんじゃねえんだぞ。そんな僕。兄貴、悪いが俺もそれだけは反対だ。そこまでやっちゃエイドスだって許しちゃくれん。それに血まみれのミラで故郷を取り戻したくないんだよ。キールよ、おめえいつからそんな偉くなったんだ？なめた口叩くんじゃねえ。キールに何が故郷だ。せっかく大金が手に入るのに今さらあんなしみったれた土地を取り戻してどうするつもりだよ。南のリゾートあたりで豪遊するに決まってるだろうが。だってそれでミラがなくなったらまた飛行船を強奪すりゃいい。それがこれからのカプア空賊団ってやつだぜ。ドルンにどうしちゃったの？本当にどうしちゃったのさ。お取り込み中のところ悪いんだけどさ、兄弟喧嘩は後にしてくんない？あんたたち遊撃士ども、どうしてこの場所に？薄情なこと言わないでくれ。君たちがあの船で運んでくれたんじゃないか。バカな、何をふざけたこと言ってる。まさか琥珀の塔の前に飛行艇を止めてたでしょ。隙を見て忍び込んで戦争に隠れてたってわけ。いわゆる密航ってやつね。ずっこいぞこの能天気女。誰が能天気よ。この生意気僕子。なんだと？単純女、暴力
なんですって。はいはい、口喧嘩はそのくらいで。人質は解放したし、他のメンバーも倒しました。残るはあなたたちだけです。遊撃士協会の規約に基づき、あなたたちを逮捕拘束するわ。逆らわない方が身のためよ。くそ。キール、ジョゼット、てめえら何やってやがる。すまねえ兄貴。ごめんなさい。まあいい、多めに見といてやるよ。こいつらをぶっ殺せばそれで済むわけだからな。なんですって。バカな連中だぜ。その程度の人数でこのドルンカプアを捕まえようとするとはな。動力砲を軽々と。ケール、ジョゼット、さっさと獲物を取りやがれ。こいつらを血祭りにあげるぞ。これは効くよ。強気でいくわよ。そこだ。さあ行くよ。オッケー。よっ。はっ。させない。くらいな。燃えるね。どんどん行きましょう。僕たちをなめるな。はっ。強化するわ。くたばれ。ここで会ったら100年目。今こそギタギタのバーにしてやるわ。よくわからないけど、こちらこそ望むところだよ。最初に死にたいやつはドイツだ。こいつが長兄。なんかヤバそうね。でも今度こそ逃がすわけにはいかない。兄貴、とにかくやるしかねえか。痛くしてあげる。さあビシバシ行くわよ。行きなさいエステル。吹き飛べ。お返しだ。いつでもいける。これは効くよ。油断は禁物よ。解き放つ。カプア一家は俺が守る。捕らえた。おまけよ。もっと早く。よーし。油断は禁物よ。行くわよ。熱波無双撃。僕の番だね。
礼に決めるよ。はっ。任せて。これは効くよ。強気でいくわよ。支援するよ。はあ、急げ。そこよ。マジかよ。もっと早く。兄貴とジョゼットは俺が守る。たとえ俺がくたばってもな。美しい兄弟愛だね。カフは一家。まさかここまでやるとはね。最後まで油断せずに戦うわよ。強気でいくわよ。はあ、急げ。さあ行くよ。オッケー。やっそもそも3対4なんてずるいぞ。それを言うなら、こっちは散々手下を相手にしてきたっての。痛くしてあげる。ああ、もううるさい、うるさい。気をつけたまえ。覚悟なさい。シルベンウィップ。おまけよ。お返しだ。よーし。まあ待ちな。耐えてみせる。準備完了だ。これはどうかな。打ち砕く。お見せしよう、美の真髄を。響け、ハウリングバレット。スタンだ。遅い。はどれ、遊びはここまでだ。この体力尋常じゃないわ。ならば手数で押すだけさ。行くよ。これは効くよ。支援するよ。捉えた。ガンガン行くわよ。まだまだ終わらないよ。強気でいくわよ。全力全開。それ。強化するよ。さあ行くわよ。オッケー。そりゃお返しだ。は兄貴ジョゼット、すまない。そんな。よーし。砕け。エステル君。おまけだ。はあ、行くよ。これは効くよ。ヨシア君、覚悟はいい。
行くわよ。さあビシバシ行くわよ。頼んだわオリビエ。これはどうかな。これは避けられまい。もらった。はあ、速攻だヨシア君。これは効くよ。行くよ。無駄だ。許さないわ。行くわよ。熱波無双撃。崩れたわ。さあ行くわよ。行くわよ。おりゃ燃えてきた。強い。これが遊撃士か。くっそー、こんな女に負けるなんて。ふんふん、思い知った。さてと決着もついたし、おとなしく降伏してもらうわよ。抵抗したりしたら分かってるでしょうね。やだ、堪忍してください。とほほ、こんな終わり方ありかよ。あいたたた、どうなってやがる。体のあちこちが痛えぞ。なんで俺動力砲なんざ持ってるんだ。はて兄貴。ドルンに。おお、ジョゼット、ロレントから帰ってきたのか。こんな早く帰ってきたってことはやっぱうまくいかなかったんだな。なへへ、ごまかすな。まあこれに懲りたら荒ごとは俺たちに任せておけよ。ちまちました稼ぎだが、なに気長にやりゃいい。ドルンに何言ってるの。兄貴、しっかりしろよ。ジョゼットはとっくにロレントから戻ってきただろう。定期戦を襲った直後に俺が迎えに行ったじゃないか。はあ、定期戦を襲うだと。何夢みたいな話をしてやがる。そんな危ない橋渡れるわけないだろうが。何言ってんのこいつ。言い逃れじゃなさそうだけど。さっきから気になってたんだが、この奇妙な連中は何者なんだよ。まさか新入りじゃねえだろうな。残念ながら違うわね。私たちは遊撃士協会のものよ。はあ、なんでこんなところに遊撃士が嫌がるんだ。ダメだこりゃ。本当に忘れてるみたいね。面白い展開になってきたね。忘れていようといまいと逮捕することに変わりないわ。定期戦強奪、人質監禁、身代金要求などもろもろの容疑でね。定期戦強奪、
人質監禁、身代金要求だと。キール、ジョゼット、こりゃ何の冗談だ。ドルンに引きたいのはこっちだよ。だが兄貴のおかげでチャンスができたぜ。しまった、二度も同じ手に。おい、キールに話は後だ。とにかくここを脱出するぞ。煙が喉に。早く部屋から出ましょう。あいつらどこに行ったの？上だ、空賊艇で逃げるつもりだよ。ここまで追い詰めて取り逃すわけにはいかないわ。全力で追いかけるわよ。了解です。助かった。ああ、なんたる悲劇。僕のデリケートな鼻腔が。ほらオリビエも急がないと置いてくわよ。待ってくれたまえ。待ちな、てめえら。ここから先には行かせねえ。もう復活したの？なかなかタフな連中だね。どかぬというなら力ずくで押し通るまでよ。まとめてお相手しよう。風よ。強化するわ。厄介ね。これはどう？気合を入れるわよ。手当てするわ。サックス行くわよ。おせおせで行こう。一斉に行くわよ。このまま攻めよ女神のアルカナよ。甘い。任せて。どうしたどうした。厄介ね。出番よオリビエ。まとめてお相手しよう。逃げ場はないよ。そこだ。風よ。シャラ君。切るんだわ。遅い。切った。やった。甘い。僕が相手だ。一網打尽だ。切り裂け。切るんだ。おまけよ。乗ってきたわ。本気で行くわよ。一斉に行くわよ。これはどう？のきなさい。終わらせるわよ。おった、ここから上には行かせねえ。人質を連れてとっとと帰りな。また現れたか。一度負けたのに懲りないやつら。狩猟たちを逃がすために時間稼ぎをするつもりですか。兄貴たちにはいろいろ世話になったからな。恩返しをさせてもらうぜ。
まとめてお相手しよう。お見せしよう美の真髄を。そこだ、味わいたまえ。もらった。冴えてきた。そら容赦はしない。一網打尽だ。遅い。下がれ。肩をつける。了解。今です、シェラさん。お姉さんに従いなさい。おおそれ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 、終わりよ。あったなってきた。このまま攻めよう。行くわよ。はあ、熱波無双撃。ちくしょう。おいでなすったか。勝とうなんて思うな。兄貴たちが逃げるまでの間、時間稼ぎができればいいんだ。自らを盾にして主人のために尽くすか。愚かではあるが、なかなかあっぱれな心意気だ。こちらも全力で応えるのが礼儀というものかしらね。行くわよ。手当てするわ。助かるわ。させない。そら行くわよ。はっ、出番よ、よしは。一網打尽だ。どんどん行きましょう。遅い。下がれ。ここです、オリビエさん。まとめてお相手しよう。風よ。こいつはどうだ。僕の番だね。まとめてお相手しよう。ダンスと行こう。それそれ。フィーバータイムだ。やっ、そこだ。これでも食らえ。ガンガン行くわよ。みんな行くわよ。ほいよっと。僕が相手だ。一網打尽だ。かかってきやがれってんだ。炎よ。切るんだ。そこよ。終わりよ。すまね行くわよ。痛くしてあげる。せおせで行こう。どんどん行きましょう。しびれるわよ。はあ、切るんだわ。もらったわ。食ったぜ。これは。
まさか軍にここの場所を知られるとは。あの野郎、話が違うじゃないか。ほら、気安く僕に触るなよ。おいおい、何がどうなってるんだ？はあ、あの人たちが空賊さんたちのボスですか。女の子もいるなんて、なんかびっくりですね。無駄口叩いてないでとにかく取りまくれ。こんなスクープめったにあるもんじゃねえ。とっとと歩け。分かったってば。どうだナイアル君。いい記事は書けそうかな。そりゃもちろん。連れてきてくれて本当に感謝してますよ。あ、ついでですから大佐も取らせてもらえませんかね。閣下、よろしいですか。勝手にするがいい。今回の作戦はお主の立案だ。正直大した手並みだったぞ。いや、情報部のスタッフの分析が正確だったからです。それとそこにいる諸君の協力の賜物でしょうね。何？まだ状況がつかめないんだけど、これどうなっちゃってるの？お前たちは。まあ、エステルちゃんたちだ。遊撃士ども、なぜ貴様らがここにいる？念のため言っておくけど、また一足先に潜入していたの。このアジトもすでに制圧済みよ。逃げた空賊の首領たちをここまで追ってきたんですが、まさか王国軍の警備艇が来ているとは思いませんでした。また出過ぎた真似をしよって。お言葉ですが閣下、彼らがいたから我々の突入もここまでうまくいったのです。その功績は認めるべきかと。まあよい。後の指揮はお主に任せる。わしは一足先に船に戻って空賊どもを締め上げてくるわ。承知しました。相変わらず頑固親父ね。悪い人ではないのだがね、いささか柔軟性には欠けるな。ところで他の空賊たちと人質の方々はどこにいるのだね。他の手下たちはそこらで転がっているはずよ。人質たちには監禁されていた部屋で待機してもらっているわ。そうか。いや、本当にご苦労だった。人質や積み荷の移送を含め、後のことは我々に任せてほしい。行くぞ、カノーネ隊員。承知しましたわ。ちょっと大佐、お前さんたちにもインタビューしたいんだが、今回ばかりはあっちが優先だ。機会があればよろしく頼むぜ。まったねエステルちゃん、ヨシュアくん。いやはや、美味しいところを根こそぎ持っていかれた気分だね。確かに。いいじゃないの。遊撃士の本分は縁の下の力持ちというもの。無用に目立っても仕方ないわ。確かにそうですね。父さんもそのあたりには気を配っていたみたいですし。あれ、そうだったっけ。あ、父さん。うん、その問題を考えなくちゃね。父さんが今どこにいて何をしているのか、どうして連絡をくれないのか。
ここで私たちができることはもうなさそうね。とりあえずボースに戻って事件の報告をしておきましょう。先生のことを考えるのはそれからよ。本当にご苦労様でした。やっぱり私の目は間違っていなかったようですわね。皆さんだったら絶対に解決してくれると思いましたわ。でも軍にいいところを持っていかれちゃったしな。解決したとは言えないかも。そんなことありませんわ。仮に皆さんがいなかった場合、軍の突入もうまくいったかどうか、逆上した空賊たちに人質を傷つけられたかもしれませんから。お前さんたちが潜入してアジトを制圧していたおかげじゃ。胸を張ってもいいと思うぞ。そっかな。確かに人質は解放されて空賊たちも逮捕されたけど、いくつかの謎が解明されぬまま残ってしまったのが悔やまれるわね。湖畔に現れた男たちと空賊の首領の奇妙な態度ですね。この事件まだ裏があると考えた方がいいかもしれません。まあそのあたりは王国軍に任せるしかなさそうじゃのう。連中の身柄を拘束された以上、こちらとしては調べようがない。とにかく人質たちが全員無事に戻ってきただけでも幸いですわ。空賊逮捕のニュースのおかげで町にも活気が戻りつつあります。感謝の気持ちに少しばかり報酬に色をつけさせていただきました。いいの？もちろんですわ。オリビエさんも本当にありがとうございました。グランシャリネ分の働きができたのであればいいのだがね。お釣りが来るほどですわ。それでは皆さんごきげんよう。何かあったらまたお願いします。失礼いたします。なんだかものすごく感謝されちゃったわね。あれ以上事件が長引いていたら流通はさらに混乱しただろうからね。市長さんが喜ぶのも当然かもしれないな。なんだか嬉しいな。私たちが頑張ったことでみんなのお役に立てたんだったら遊撃士冥利に尽きるってもんよね。生言っちゃって。でも確かにあんたたちももう新人とは言えないわね。正直今回はいろいろ驚かされたわ。そっかな。とりあえず今回の事件の査定と報酬を受け取るがいい。市長が言っていた分、報酬には色をつけておいたぞ。それとこれはわしからお前さんたちにじゃ。これってボース支部の推薦状？いいんですか？これだけの事件を解決してくれたとあっては推薦せぬわけにはいかんじゃろう。どうか受け取ってもらいたい。ありがとうルグランじいさん。推薦状に恥じないようこれからも頑張ります。よかったわね。カシウス先生が聞いたらさぞ喜ぶと思うんだけど。そうですね。カシウスか。一体何をしておることやら。ギルドは愚か、家族にすら連絡の一つもよこさんとはな。そうね、先生らしくもない。ボースで突然船を降りた後、一体どこに行ったのかしら。ごめんください。
工場の受付の。なんじゃ、どうしたね。実は例の空賊に奪われていた定期船の積み荷が戻ってきましてね。その中に遊撃士協会宛ての郵便物がいくつかあったんですよ。それでお届けに伺ったんです。それはご苦労さんじゃった。いや待てよ、ボースから出発した船にどうしてうち宛てのものがある。いえ違うんです。ロレント宛てのものなんですけど、こちらにカシウス・ブライトという方のご家族はいらっしゃいますか？僕たちがそうですけど。ああ、ちょうどよかった。いやー、ロレント支部に連絡したらこちらに来ていると聞きましてね。それじゃあ受け取ってください。この手紙は、父さんの字だわ。宛先はロレント支部の私とヨシュアになってる。どうやら船を降りる直前に書いたものらしいね。父さん、ちゃんと僕たちに連絡するつもりだったんだよ。そっか。よかったわね。そっちの小包も先生から送られてきたもの？他の誰かが父さんに送ったものみたい。あれ、おかしいな。差出人がどこにも書いてないね。では確かにお渡ししましたよ。それと空賊逮捕本当にご苦労様です。いやー、さすが遊撃士ですね。まさか定期船の積み荷に手がかりがあったとはのう。ここで読むのもなんじゃ、2階の休憩所を使うといい。ありがとうルグランじいさん。それでは早速中身を拝見させてもらおうか。で、またどうしてあんたがちゃっかりいるわけ？いやー、純然たる興味さ。どうして君たちの父上が出発前に船を降りたのか。このままお預けを食らったら気になって夜も寝られないよ。そんなこと言われても。一緒に冒険したのに仲間外れとはなんと薄情な。アジトに潜入できたのは誰のおかげだったかなと。まったくたちが悪い男だこと。仕方ありませんね。ただ内容次第では席を外してもらいますよ。もちろんだとも。気を取り直して。エステル、ヨシュアへ。そろそろ代理の仕事を終わらせた頃合いだろうか。最初はつまずくこともあるだろうが、一歩一歩確実にこなせばいい。お前たちなら必ずできるはずだ。さて、こちらの仕事の方だが、少々困ったことが起こってな。どうやらしばらくの間家に帰ることができそうにない。そうだな、女王生誕祭が終了するまでは帰ってこられないと考えてくれ。お前たちには申し訳ないが、まあ今さら親の留守を寂しがるような年でもなかろう。俺が戻るまでの間、お前たちがどう過ごすかはお前たち自身で決めるといい。ロレントで仕事を続けるもよし、聖遊撃士の資格を得るために旅に出るのもいいかもしれん。16歳という実り多き季節を悔いなく過ごすといいだろう。それではな、シェラザードとアイナによろしく伝えておいてくれ。カシウス・ブライト。先生らしい文面ね。軽そうだけどあんたたちへの思いやりに満ち溢れているわ。そうですね。
ふむ、女王生誕祭か。聞いた話によるとまだしばらく先のようだね。2、3ヶ月は先のことよ。確かにちょっとした旅行ならできそうな期間だけど、本当に一体どこで何をしてらっしゃるのかしら。それはともかく、そちらの小包はどうだい？差出人不明というところがなんとも興味深いじゃないか。まあ確かに気になるけど、父さん宛てのものを勝手に調べるのもちょっと。しかし考えてもみたまえ。父上の失踪と時を同じくして届けられた差出人不明の小包だ。何か関係があるかもしれないよ。そっかな。ちょっとオリビエ、自分が興味あるからってそそのかすんじゃないわよ。いや、オリビエさんの言うことも確かに一理あります。父さんが帰ってくるまでずっと放っておくのもなんだし、調べた方がいいかもしれません。わかった、調べてみよう。これってオーブメントだね。用途はよくわからないけど、メモにはこれだけ？うん、他には何も書かれていない。シラさん、この K とか R 博士という人に心当たりはありませんか？残念ながらわからないわね。先生はとにかく顔が広いから外国人という可能性もあるし。ヒントがこれだけじゃ正直お手上げって感じよね。この黒いオーブメントは一体何なのかな。形状から言って一般的な用途に使われるものじゃなさそうね。戦術オーブメントあたりに少し雰囲気は似ているけど。いや、それとも違うな。普通の戦術オーブメントにはクォーツをはめるためのスロットがついている。だがこれには何もついていない。これはひょっとしたらアーティファクトかもしれないね。アーティファクト？現在作られているオーブメントの原型となった古代文明の動力機のことさ。たまに遺跡から発見されて七王教会に保管されることが多い。まあいわば骨董品だね。でもこれは見たところそんなに古いものじゃないわ。最近作られたものみたいだけど。それは確かに。ただ訳ありな品であるのはどうやら間違いなさそうだね。まったくもう、あの不良親父と来たら心配ばっかりかけてくれちゃってもう。エステル？こんな差出人不明の怪しげな品が送られてきて、一体どんな事件に首を突っ込んでいるんだか。エステル、ねえエステル、少し考えたんだけどさ、このまま旅を続けない？ヨシュは？父さんの手紙にも書いてあったじゃないか。声優劇士の資格を目指して旅をするのもいいだろうって。それは確かにそうだけど。僕たちはロレントとボースで推薦状をもらったよね。残るはルーアン、ザイス、オーとグランセルの3つだけだ。ギルドの仕事をしながらこれらの地方を回っていけば、ひょっとしたら父さんの行方がわかるかもしれない。父さんの実力を考えたら余計な心配だとは思うけど、それに外国に行っている可能性だってあるんだけど、それでもただ待っているよりはるかにマシなんじゃないかな。それに
アール博士だって見つけられるかもしれないしね。ねえヨシュア。何？ヨシュアってば天才！ちょっとエステル、それ一石二鳥どころか10鳥くらいあるじゃない。もう憎たらしいくらいに頭が冴えてるんだから。それって賛成と考えてもいいのかな？賛成賛成大賛成。声優劇士目指して修行しながらリベール中を歩き回って、ついでにあの不良中年が何をしてるのか暴いてやるわ。微妙に目的がずれてきてない？完全に調子が戻ったみたいね。これにて一件落着だね。それじゃあ私はこれでロレントに戻るけど、やっぱり心配ね。本当についていかなくていいの？もう大丈夫だってば。一応声優劇士を目指す旅だもん。シェラ姉がいたら修行にならないよ。シェラさんまで帰らなかったらロレント支部も大変でしょうし、大丈夫、なんとかやっていきます。まあそこまで言うなら、あんたたちの年で声優劇士を目指すのは珍しいんだから、くれぐれも無茶しないようにね。それと困ったことがあったらロレント支部に連絡するのよ。あんたたちがどこにいようとすぐに駆けつけていくからね。ありがとねシェラ姉。シェラ姉の方こそあんまり飲みすぎないでよね。私それだけが心配なんだから。まあ気をつけておくわ。心配しないでくれたまえ。なんといってもシェラ君にはこの僕がついているのだから。でどうしてあんたもロレントに行くわけ？しかもシェラ姉と一緒に。ボースの郷土料理はとりあえず全部味わったからね。そろそろ他の地方に足を向けてみようと思ってね。ロレントの料理は野菜が絶品と聞いているから今から楽しみだよ。てな感じで美味しい店を紹介しろって言って聞かないのよ。あんまりしつこいから居酒屋で酒に付き合うのを条件についてくることを許可しちゃった。オリビエさん、本当に大丈夫なんですか？このオリビエ、美人と美食のためなら死ねるさ。本当はヨシア君にもついていきたいところなのだがね。迷った挙句の苦しい選択だった。迷われても困るんですけど。まったく懲りないやつ。ロレントの治安を乱さないでよね。あと仕事明けのシェラ姉って本当にリミッター外れちゃうから、マジで注意した方がいいわよ。何よ、失礼ね。アイナは付き合ってくれるもん。あの人だって底なしでしょ。リミッターが外れる？それってこの前よりもすごいのかい？なんというか比較にならないと思います。へえ、そうなんだ。ロレント方面行き定期飛行船、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。あら、もう出発か。ほらオリビエ、急がないと。シェラ君、ちょっと待ってくれたまえ。少し考える時間をくれると嬉しいなって。出発直前になって何を言ってるのかしら。男だったらグダグダ言う
ひシェラネ、まったね。ロレントのみんなによろしく。2人ともお元気で。